ボンジュール。日曜日の朝、私はラスパイユ大通りに来ています。ここにビオマルシェが立つんです。広い通りの中央分離帯、いつもは歩道になっているところにマルシェが立ちます。それぞれのスタンドの場所はいつもだいたい決まっていて、ここには八百屋さんがあります。冬なので根菜系が多いですが、彩りは豊か。マルシェは見ているだけで元気をもらえるような、そんな気がします。今回の動画、画面の縁に私の手袋とか指が映ってしまっているところがあります。お見苦しくてごめんなさい。フランスのマルシェにはこのローストチキンのスタンドが必ずと言っていいくらいあります。日曜日のランチに家族みんなで丸ごと1羽のチキンを囲むという習慣が健在なんでしょうね。こちらにも調理したものを売っているお店があります。この大きなお鍋はパエリア用かな。こちらのスタンドではオリーブを量り売りしてくれるんですが、他にもレパートリーがたくさんあります。私は今日はここで一つ買い物をしていきたいと思います。それがこちらなんですが、なんだかわかります？そう、乾燥させたイチジクなんです。左側がカリカリに乾燥してあって、右はちょっとしっとりめ。今日はしっとりめの方を買っていこうと思います。あ、ここにもチキンのスタンド。あ、そうそう、焼き汁で調理したポテトもおなじみなんですよね。そう、パリのマルシェの面白いなと思うのは、男の人の姿が結構多いこと。しかも革靴とジャケットでバッチリ決めていたりするムッシュがいたりします。あら、ここはちょっと見かけなかったスタンドですが、ビオのくるみを売ってるんですね。そう、グルノーブルの近くにある農場だそうで、写真のような風景のところで採れたくるみなんですって。1キロ入り、5キロ入りという網もあって、これはコンフィチュールノワ、くるみのジャムだそうですよ。私は量り売りで分けてもらうことにしました。素早く良くない粒を避けてくれましたけれども、なかなか親切。袋も可愛いですね。鮮やかな黄色い花束を抱えた方がいますが、あれはミモザですね。向こうからもミモザを抱えた方が歩いてきました。こちらのお魚屋さんもいつも人気、行列ができている店です。そしてお向かいには花屋さんがあります。この季節のバラは当然温室栽培のものでしょうけれども、色鮮やか。花束になっているものもあったりして、そしてこちらにミモザがありました。今が花盛りのミモザ。これは南仏から届いたものだそうですよ。そういえば南仏では2月の後半にミモザ祭りが
開かれたりするんです。この中央分離帯にはソニア・リキエルの名前がついています。サンジェルマン・デ・プレを拠点に活躍していたファッションデザイナーへのオマージュです。マルシェの主役はやはり野菜と果物でしょうか。そうそう、このキャベツ、シュポワンチュ、尖ったキャベツという名前で呼ばれてますが、日本のキャベツに近い食感です。これはロスコフの玉ねぎ。ブルターニュの海辺の町ロスコフは玉ねぎの名産地で、エフツ海峡を渡ってイギリスに自転車で玉ねぎを売りに行ったっていう人たちがいたりするところなんです。あ、小さな手が試食に伸びました。柿もおなじみになってきました。このスタンドではこの茶色の袋に自分で好きなだけ入れて最後にお会計をするシステムなんです。奥に立派なかぼちゃが見えてます。私はこれをポタージュにしていただくことが多いですね。それにしてもこの形、なるほどシンデレラの馬車のモデルになりますよね。そして私が必ず立ち寄るのがこのスタンド。そう、卵だけを売っているスタンドなんですよ。この紙のケースに6個入れてくれるというのが普通で、こうして卵が生まれた日を手書きしてくれます。ビデオ撮ってもいいですかと言ったら、いや、この男昔はモデルだったんだよ、2メーター10センチというではないですか。私はむしろこの牡蠣を撮らせてもらいたいと思ったんですけどね。マルシェでは時々こんな風に愉快なやり取りがあったりします。ユーモアのセンスとか人懐っこさとか、パリのマルシェならではですね。さて、マルシェはこのくらいにして、私には大事なお役目があります。それはお隣に住むマダムのお使いです。土曜日、マダムは私の家のドアの隙間からいつも封筒を忍び込ませてくれます。これはダイレクトメールに入っている封筒の再利用で、この中に小銭が入っているんです。目指すのは横断歩道の向こうにある場所。パリを訪れたことのある方ならばピンときたことでしょう。パリの名所のポストカードなどもありますが、そう、キオスク、新聞や雑誌を売るスタンドです。お目当てはル・ジューナル・デュ・ディモンシュ、日曜新聞です。私たちのアパルトマンは17世紀の建築で、エレベーターがつけられないような設計です。そのため高齢のマダムにとって階段の上り下りはなかなか骨の折れること。そこで毎週日曜の新聞は私が買って届けることになっているんです。そのお礼にとマダムはしばしば私のドアの前にお手製のパウンドケーキを置いてくれていたりします。あらあら、こんなところにクリスマスツリー。フランスでは1月に入ってもクリスマス飾りをかなり見かけますけれども、ようやくお役御免といったところでしょうか。お疲れ様でした。